緊急で動画を撮っています。韓国ソウルで日本人親子が飲酒運転にはねられ死亡しました。2泊3日の親子旅行、娘がお母さんを喜ばせたくてと計画した旅。その途中、飲酒運転の車が突っ込み、母親が亡くなり、娘も大怪我をしています。信じられますか？これ、ソウル観光地のど真ん中、トンデムンのすぐ近くでです。韓国で20年間住み、日本で7年近く運転した僕だからこそ見える事故の全体像があります。この動画ではどんな事故が起きたのか、家族の反応はどうか、韓国人の反応はどうか、なぜ日本では考えられない事故かを説明します。関係者の方々にお悔やみ申し上げます。まず一つ目はどんな事故が起きたのかということです。それはたった数秒の出来事でした。先週日曜日11月2日午後10時、ソウルドンデムンの大通り、観光を終えた日本人の母親が横断歩道をゆっくり渡っていました。次の日には飛行機で帰る予定だった。その矢先、白い電気自動車が猛スピードで突っ込みました。ハンドルを握っていたのは30代の韓国人男性。彼は事故直前、近くの飲み屋で韓国焼酎を3本も開けたと言います。血中アルコール濃度は免許取り消し基準を大幅に超過。酔いで視野がぼやけ、判断力を完全に失っていたにもかかわらず、運転を続け、約1キロにわたって走行しました。そして報道を突き破り、日本から来た母娘を直撃しました。50代の母親はその場で心臓が止まってしまい、すぐに病院に運ばれましたが、息を吹き返すことはありませんでした。娘30代も怪我をして現在も治療を受けています。二人は前日、大阪からソウルに到着したばかりで、お母さん、私、韓国にたくさん行ってきたから、今度は私が連れて行くね。と娘が計画した2泊3日の親孝行旅行でした。トンデムンでのショッピングを終え、夜景が美しいと言われる落山城郭道に向かう途中、楽しい一日を締めくくりが地獄のような悲劇に変わったのです。加害者の男はその場で逮捕されました。男は容疑を認め、気がついたら事故を起こしていたと供述しました。現在、韓国警察と在韓日本大使館が遺族の支援を進めています。残された娘の心には、治すことのできない傷が刻まれました。二つ目の話はですね、家族からの SNS が悲しいという話です。事件の報道が流れた翌日、SNS に一つの投稿が広がりました。投稿したのは被害者家族を名乗る人物でした。昨日、韓国で私の母と姉が飲酒運転の信号無視に事故に巻き込まれて母が死亡しました。姉は重傷です。今は気持ちが少しだけ落ち着き、いろいろ調べていて気になるのは加害者の運転手が軽い罰で済むかもしれないということです。損害賠償も難しいと聞きました。韓国では日本と違い強く罰せられないのでしょうか？さらに続く投稿ではこう書いてあります。ニュースでは軽傷と報道されていますが、実際は膝の骨、複数を骨折し、顎も10センチほど切れています。とても軽傷ではありません。皆様のコメントありがとうございます。参考にして励みにさせていただいております。たった一人の酔った運転が一つの家族を人生を永久に変えてしまった。その現実が重く突き刺さる投稿でした。家族であると完全に事実が取れているわけではないので、現時点ではその点だけご注意ください。3つ目の話はですね、韓国人の反応はどうだったのかっていう話です。韓国のニュースサイトネイバーでは、この事件に関する数百件を超える怒りと悲しみのコメントが殺到しました。以下はその一部です。日本語訳とともに韓国社会の反応を読み解きます。まず一つ目、飲酒運転は殺人罪として処罰すべきだ。裁判官がいつも軽く扱うから毎日のように飲酒運転の事故が起こる。だから怖くて外に出られない。二つ目、飲酒運転で人を殺したら最低でも懲役30年以上にしてほしい。いつも初犯だからと3年から4年の処罰で済むのはおかしい。法律が怖くなければ誰も止まらない。三つ目、本当に飲酒運転は死刑にすべきだ。韓国に遊びに来て飲酒運転の車にひかれて亡くなるなんてあり得るのか。四つ目、30代の男が全員で旅行に来た日本人母娘を死に追いやるなんて、酒を飲んで運転する人間は人を殺したものと同然だ。そんな人間は免許を永久に取り消すべきだ。五つ目、飲酒運転で人を死なせたら最低でも懲役15年以上にしろ。裁判官は自分の家族が被害者だったらと考えて判決を出すべきだ。6個目。最後、母娘が何の罪を犯したというのか。
本当に気の毒で無罪な母親、日本人が韓国でこのような事故に起こるのはありえない。韓国人として申し訳ない。韓国が好きで来てくれたのに、あんな人間に出会ってしまって、どうか次の世界では幸せでありますように、という感じでした。韓国のコメント欄には、誰もが口を揃えて、もうすでに殺人だし、飲酒運転している人たちは殺人者だ。日本の方々に申し訳ないと書き込んでいました。社会全体が恥ずかしいほどに軽い飲酒運転文化と向き合おうとしている共通認識を決定的に強めた瞬間でした。4つ目の話はですね、なぜこの事件が起きたのかということです。実はですね、韓国では飲酒運転事故の発生率がですね、日本の5、6倍と言われています。飲酒運転の摘発数で比較すると、日本が年間でおよそ2万件前後なのに対し、韓国は13万件を超える年もあります。隣国なのにここまで違うのかと驚いたのではないでしょうか。ここにはいくつかの理由があるというふうに考えています。まず一つ目、免許制度のハードルが低すぎます。韓国では学科試験も実技試験も数日で取得可能です。短期集中コースなら3日で免許が取れる。平均でも1週間程度で取れると言われています。しかも実技試験も比較的簡単で、免許取得者が本番で初めて高速道路を走ることも珍しくありません。第2に、処罰が圧倒的に軽いです。飲酒運転で人を死なせても、初犯なら懲役4年から8年、執行猶予がつくケースもあります。しかも、出所から数年内に再び免許再取得が可能。これに対して日本では飲酒運転で死亡事故を起こせば、最長20年の懲役刑とか、さらには民事賠償責任も一生付きまといますよね。そして第3はですね、少しぐらいならいいという心理があったりします。ビール一杯なら平気とか、家まで近いから大丈夫だったりとか、このちょっとした油断がところどころにあるんですね。そして日本は同じ飲酒運転しようとする人がいれば絶対に止めると思いますが、韓国ではそういう場面でも少し緩かったりするっていうのが、残念ながら現実としてあります。つまりですね、この事故はですね、偶然ではなく構造的な悲劇だったかもしれません。制度とか罰則とか社会意識とか、このような緩みが重なって、それらが積み合わさった結果、今回の事故が起こったという解釈もできると考えます。最後に伝えたいことがありまして、僕は韓国が大好きです。これまで日本人が理解しづらい韓国文化でもなぜそうなのかということを丁寧に伝えてきました。例えば受験地獄とか人と比べる文化も全部理由があって生まれていると思いますし、それが韓国を発展させたという面もあると思っています。でも、このような交通安全、交通意識に関してだけは、どうしても僕が理解できていません。これが韓国に良い影響を与えるのかっていう考えてみても、絶対そうでないと思ってるんですよね。韓国に帰省するたびに、歩道をバイクが走り抜け、車が人より先に信号を渡る光景を目にして、ドン引きした瞬間が何回もあります。この悲しい出来事をきっかけに、韓国社会が交通安全のあり方をもう一度真剣に見つめ直すべきだと強く思っています。この動画にももちろん韓国の字幕をつけています。この1ヶ月前ぐらいから全ての動画に韓国語字幕つけてるんですけれども、これを見る韓国の皆さんにも同じ気持ちで考えてみてほしいです。先進国になったとか言われていますが、交通文化見てて本当にそう思うのかっていう話で、海外旅行にいわゆる先進国って言われているところに行ってみると、韓国の運転文化がいかに危ないということが自覚できるというふうに思っております。皆さんも韓国が好きなら本気で変わるべき部分は変わるべきだというふうに強く言えるようにならないと、それはダメだというふうに思っております。何よりも今回被害に遭われた日本人親子のお二人、そして遺族の方々にお悔やみ申し上げます。加害者には強い罰則、厳罰が下されることを願います。この事件、周りに広く拡散できるよう皆さん周りに共有していただけると嬉しいです。以上、パクンでした。